どうもベルです。今回は、ドゥームズデイのヒーローティアリストシリーズということで、A ランクのヒーローについてやっていこうかなと思います。ヒーローのティアリストというのは、ドゥームズデイのヒーローを SS ランクから D ランクまでランク付けしたものになるんですけども、少し前の動画で、どのヒーローがどのランクなのかということについてはお伝えさせていただいたので、まだそちらご視聴いただいてない方は、そちらを先にご覧いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、概要欄のリンクよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、A ランクにランク付けしたヒーロー。アダット、ジョニー、そしてトム、そしてビアンカ。この4名ですね。そしてこの4名、もう語りたいことめちゃめちゃあります。まず、アダットは、前回 B ランクだったんですけども、アダット自体に、特に強化は来てないんですけども、今回 A ランクにランクアップ。そしてジョニー。彼、結構多くの方が今から育てるべきかと悩まれているのかなと思います。ただ、結論から言うと、ラリーを打つ方は育てるべきです。その理由についても、語っていこうと思ってまして、あとは、ビアンカ。彼女、前回のヒーローティアリストでは、S ランクと評価したヒーローで、強いことには変わりないですし、弱体化も来ていません。ただ、今の環境を考えて A ランクに評価ダウンいたしました。これらの理由についても、語っていこうと思ってますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まずはアダットですね。彼女、もともとポテンシャルは A ランクだったんですよ。ですが、相性のいい相方がいなかったがために B ランクとなってしまっていたのが彼女なんですよ。ただ、実装されたじゃないですか。彼女の相方である宮本が。で、これによって、もう話は180度変わっていって、彼女のポテンシャルを 120% 発揮することができる環境が整ったので。で、そして、もともとアダット自体強いヒーローで、条件こそあれど、歩兵攻撃を最大で 84% も上げることができるんですよね。で、そして、移動速度も 30% 上げていくことができて、覚醒させるとスキルダメージ軽減バフを巻くことができて、で、そしてなおかつ、歩兵という、そもそも一番強い兵科っていうのも相まって、もうめちゃめちゃ強いんですよね。だったら、もう S ランク、SS ランクの性能なんじゃないかと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、アダット、弱点も存在します。で、それは何かというと、まず、アダットの最高火力を出せるタイミングっていうのが限定的である点。アダットは、戦闘経過時間が長くなるにつれ、火力が上がっていきますので、最初から最大火力を出せるわけじゃないんですよ。なので、集団戦の時に最初に狙われてしまうと、なかなかポテンシャルを発揮することができなくて。で、あとは、範囲攻撃を持ってないので、複数部隊から狙われた時に結構しんどいんですよね。一方的に攻撃されるだけになっちゃうので。で、あとは、移動速度が速いこと。もうこれは本当に魅力です。
このゲームで大事なのって、ダメージバフと移動速度なので。ただ、今、移動速度部隊でナンバーワンなのって、騎兵の白縫い部隊なんですよね。なので、仮にアラット部隊で戦いに行っても、相手の強い白縫い部隊が出てきちゃうと、もう結構逃げ切れずに殲滅されちゃうことあるんですよ。あとは、通常の集団戦で撤退するときとかも、移動速度特化ではない騎兵部隊。例えば、ベラスベンの構成とかですね。で、それらに追いつかれちゃうことって結構あるんですよね。ただ、単体に出せる火力っていうのは、もう凄まじいものですし、歩兵という兵科の強さも相まって、めちゃめちゃ強いです。今度詳しく話そうと思ってるんですけども、無課金の方や、月数千円くらいの、微課金の方が、戦いたいと思っている場合に、まず最初におすすめできる部隊って、やっぱりアダット宮本部隊なんですよね。ある程度のところまでは、本当に育成しやすくて、それなりに硬くて、火力も出せて、なおかつ、移動速度要因として、諸島やアイランドでタイルキルなどを行って、ポイント稼ぎもできるので、非常にお勧めできるヒーローなのかなと思います。もちろん、強くなってからも、攻撃型の歩兵ヒーローということで、十二分に活躍させていくことができますので、今回は A ランク。そしてなおかつ A ランクの中でも最上位の評価とさせていただきました。では、次にジョニーですね。彼、簡単に言えば、対サンダーのラリーにおいて最強の性能を持ってます。今の環境で見張り台を炎上させるためのラリーを打つんだったら必須のヒーローです。で、なんで彼はそう呼ばれているのかというと、まず前提としてサンダーってなんであんなに耐久力があるのっていうところですよね。もちろん、被ダメージ減少効果もでかいんですけど、サンダーの耐久力が凄まじいのって、回復効果があるからなんですよね。で、その回復効果を大幅に削ぐことができるのが、このジョニーです。もちろん、損耗比率的に限界になって、その見張り台を維持できなくなるとかはあると思うんですけど、普通に、サンダー駐屯してるとこを落とすのって不可能なんですよ。削っても削っても回復されて、もう兵士入れ替えされちゃうので。ただ、このジョニーは、その回復効果を超大幅に落とすことができるので、サンダー駐屯してる見張り台を燃やすことのできるヒーローなんですよね。で、そして、現状、これができるのって、ジョニーだけで。で、油断して、ジョニーがラリーしてきた、見張り台への、兵士の補充を、手薄にしてしまって、燃やされてしまうことって、結構あるんですよ。また、今ラリーをするんだったら、騎兵ならベラスベン。射撃なら、ジュリアプラス誰かでラリーをするんですけども、ジュリアと、組ませるヒーローの候補に、ルイがいるのかなと思います。ただ、ルイって良くも悪くも範囲攻撃を持ってるので、相手の、短期部隊からの攻撃を寄せ付けない反面、見張り台にラリーしてるときに、兵士1部隊を大量に置かれちゃうと、火力がもうめちゃめちゃ落ちちゃうんですよね。
なので、そういう時には、ルイを使わずに、ジョニーを使っていったり、ジョニーをちゃんと育てているだけで、ラリーのバリエーションっていうのがかなり増えていきます。また、見張り台を落としきれない場合であっても、相手の回復効果を削ぐことができるので、相手の兵士が少ない状態を維持することができる。すなわち、こちらの火ダメージも抑えながら戦うことができるんですよね。で、そんな、ジョニーなんですけども、もう普通にめちゃめちゃ強いです。で、そしてこのヒーロー、おそらく、1年後、2年後も環境に居続けます。で、なぜかというと、ジョニーが使われなくなる可能性を一度考えてみましょう。で、一番最初に思い浮かぶのが、サンダーが駐屯で使われなくなるというのが第一としてあるのかなと思います。ただ、それって考えられます？可能性として考えられるのが、めちゃめちゃ強いシールド効果を持ったヒーローが実装されて、もう駐屯の守りはそっちがベターとなる可能性なんですけど、仮にそのヒーローが来たとしても、サンダーと併用して使われる可能性が高いんですよね。で、そしてもう一つの可能性として、ジョニーより高い回復効果ダウンを持ったヒーローが実装されるという可能性なんですけど、正直、今後実装される可能性っていうのは大いにあるのかなと思います。ただ、その陛下って射撃ですかね？現状、もうジュリアがもうぶっ壊れすぎる性能を持っている以上、ちょっとやそっとじゃ、もう射撃ラリー最強時代っていうのは終わりません。なので、今からジョニーを育てるという選択は、もう非常にありなのかなと思います。ただ、一つだけ大きな落とし穴があって、ジョニー、ラリーでは最強クラスなんですよ。ただ、野戦じゃ全く強くないんですよ。なので、ラリーを打つ方は育成するべきなんですけども、逆にラリーを打たない方は育成しないで良いのかなと思います。では次に、トムですね。彼、注目されることが、最近、少なくなってきたヒーローなんですけども、強さは健在です。彼は、サンダーと組み合わせて、現状、損耗費を考えなければ、最も、硬い駐屯ができるヒーローで、野戦でも、バフ効果を、ばらまいていけて、相手にデバフも、少しですが、かけることができるので、縁の下の力持ちですね。私、もう今回、トムの評価を A にするか B にするか、もう最後まで悩んだんですけど、現状、最も硬い駐屯をするときに採用するヒーローであるということを結構重く見ています。損耗費を意識した駐屯をするのであれば、サンダー・ビクターか、サンダー・ルイの駐屯になると思うんですけども、場合によっては、損耗覚悟でも、その塔を落としちゃいけない場面って絶対的にあるんですよ。で、その時において、トムは今後も使われていくと思いますし、第4スキルで、回復効果を上げていくことができますので、もうサンダーと相性ぴったりなんですよ。で、レイジスキルも、ダメージを与えていって、相手に余ダメージ減少のデバフをかけて、味方に非ダメージ減少のバフをかけていけるというところで、彼がいるだけで、味方全体の耐久力を底上げしていくことができますので、
今回は A ランクという評価をいたしました。かけらの入手的にも、無課金の方でも、コツコツかけらを集めていくことができまして、同盟リーグの、同盟ランキング報酬で、獲得していくことができる、レジェンドヒーローのかけらの選択ボックスや、通常のヒーローのガチャでも獲得していくことができますので、コツコツ育てていただくのが良いのかなと思います。では、最後に、ビアンカですね。彼女、もともと S ランクに分類していたヒーローなんですけど、もちろん弱体化は来ていませんし、強いです。めちゃめちゃ強いです。彼女のバフ効果、めちゃめちゃ強力です。トムと組み合わせて使うと、野戦での耐久力も凄まじいし、バフをどんどんかけてくれるので、しっかり活躍してくれます。ただ、実際使ってみての感想として、ディアンカって単体で完結してるヒーローではないんですよ。あくまで味方に強力なバフをかけていけるヒーローなので、ビアンカ単独で活躍することは難しくて、あくまで他の部隊の活躍を底上げするヒーローなんですよね。なので、場合によっては活躍できない機会っていうのが一定数あります。私、最近戦うときは、一部隊、常にラリーをかけて、もう一部隊は駐屯させることが多いので、野戦部隊は3部隊で戦ってることが多いんですけども、正直、3部隊だと、ビアンカのバフを活かしきれないことがめちゃめちゃ多いんですよ。攻撃役が、じゃあ2部隊になっちゃうと、どうしても物足りなくて。で、あと、最近、強いヒーロー、バンバン追加されるじゃないですか。で、そうなると、今、レジェンドのかけら、本当に足りなくないですか？ビアンカって、正直、お得じゃないルーレットでしか、現状入手することができなくて、入手した後も、そのルーレット回すのは、かなりもったいないので、レジェンドのかけらで、スキル上げなくちゃいけないんですよ。ただ、今だと、正直、ビアンカに回すレジェかけらがある人って、かなり少ないのかなと思います。そしてなおかつ、彼女の進化を発揮するには、覚醒する必要がありますので、そのあたりの観点からも、ビアンカは前回の S ランクからランクダウンして A ランクといたしました。ただ、バフ要因として最強であることには変わりないですし、育成すれば大活躍間違いなしなので、余裕のある方は、ぜひ育成していただくのが良いのかなと思います。はい。以上で A ランクのヒーローについての、解説は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？A ランクのヒーローということだけあって、もう正直みんな強いです。ポテンシャルは S ランクのヒーローに、引けを取らないと思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。次回は S ランクのヒーローの解説をやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。